せいで毎日姉妹で喧嘩が始まるということだったんですね。そもそも片付けが苦手な人にワイドスペースを与えてしまうとこういう状況になってしまうんですね。今回の週末ビフォーアフターは片付けが苦手な小学2年生の女の子のお悩みを解決するお話です。この子がですね、ちょうど1年前になりますかね、私に手紙をくれたんですね。でこの子はね、3兄弟の末っ子ということで、上のお兄ちゃんが中学生、2個上のお姉ちゃんがいる3兄弟の末っ子だったわけなんですが、この手紙にはすぐ片付けれるようにしたいという話とですね、自分のスペースが欲しいというね、切実な要望が書いてあったお手紙だったんですね。でね、この家のお母さんにね、ちょっと話を伺ったところ、結構切実な問題があって、それどんな問題かっていうと、まずは妹が片付けられないせいで毎日姉妹で喧嘩が始まるということだったんですね。というのは、綺麗に暮らしたいお姉ちゃんがですね、片付けられない妹にもういつも片付けろということでね、もう夏休みはもう喧嘩ばっかりしているということで、そんな状況を一刻も早くね解消したいということで、姉妹が仲良くなれるお家にしてほしいというのがママの希望でございました。そもそもですね、このお家のお姉ちゃんがなぜ片付けられて妹が片付けられないのかっていうところをですね、この家のねお部屋を見比べてね、原因を解説したいと思います。まずお姉ちゃんのスペースなんですが、このうち2階に子供部屋がありまして、この2段ベッドが置かれたこの部屋にお姉ちゃんのスペースがありました。こちら奥にはね押し入れ台のね収納があったんですが、そちらにもお姉ちゃんのものはあったんですけど、それほど多い状態じゃなくて、あんまり動いてないような印象でした。ちなみにお兄ちゃんのお部屋はどうなってるかっていうと、お兄ちゃんの専用のお部屋がありまして、こちらねかなり広々とした感じで一人でね使っているお部屋があったんです。さあ、問題の妹のスペースです。見ていきましょう。リビングの脇にあるこの和室に妹のものの定位置がありました。窓の前には絵本、学習道具が押し入れの中段にあって、下段にはたくさんのおもちゃがね置いてありました。ここでね妹が片付けられない理由がね見えてくるんですけれども、ここでね兄弟の多い家にありがちなのが、上の子のものより下の子のものの方が多いという状況のお家が結構あったりします。はい、理由はなぜかっていうと、上の子のお下がりのものが下の子に与えられちゃってるせいで物が多かったりするんですね。でそのものに応じてスペースも広げてしまうとですね、下の子の管理能力を超えるもののスペースを与えてしまっているせいで、片付けがなかなかねちょっとままならないという状況が起こってしまったりします。そしてですね、妹が片付けられない理由としてですね、そもそも片付けが苦手な人にワイドスペースを与えてしまうとこういう状況になってしまうんですね。パッと見ねオープンな作りでね、大容量のこの収納場所、一見出し入れがしやすくて便利そうに見えるんですけれども、和室で遊ぶスペースかなり広いですよね。細かいことを気にしないおおらかなざっくばらんな妹はですね、遊べば遊ぶほど物がねどんどん和室にね溢れてしまうんですね。でここ地続きでリビングじゃないですか。でそういったものがまたリビングにも広がってしまうせいで、どんどん散らがっちゃう場所が増えてしまうわけですね。で決定的にこの家の問題なのは、この家この和室でお姉ちゃんと妹とお母さん3人で寝ているという状況があったんですね。なので毎晩布団を引くたんびにお姉ちゃんはですね、早く片付けてよって妹を責め立てるわけなんですね。もう私それ聞いてびっくりですよ。だって2階にこんな立派な寝床があるんですよ。この2段ベッド使ってないのっていう話なんですよ。使ってなかったんですよ。この家今見えてる布団ありますでしょ。この布団をあの和室に下ろして3人で寝ていたということをね聞いてですね、私びっくりしましたよ。なんで2段ベッド買ったのって話ですよ。それは置いといてですね、いろんな問題がありました。そんなわけで、この家の毎日繰り広げる不毛な争い事をね
なんとかなくして姉妹2人が仲良く暮らせるお家にするために私がどう解決してきたかということなんですけれども、一番最初にこの上のお兄ちゃんの、部屋にですね、この妹たちの部屋にあった2段ベッドをですね移動させてもらえるように交渉させていただきました。というのはね、この家のお兄ちゃん毎日布団を引いてですね寝てたんですよ。いつもね、万年床みたいになっていたので、ベッドをこの部屋に導入することによってなんとお兄ちゃんのお部屋にロフト付きのお部屋がね生まれたということで、これはこれでねお兄ちゃんちょっと満足していただいたんですね。はい、もうありがたかったです。もうこれがなかったら妹たちのスペース作れないのでね。ということで2段ベッドがお兄ちゃんの部屋に移動したことによってできた空間に見てください。はい、姉妹の部屋半分はお姉ちゃんの部屋、半分は妹のスペースということで分けてお部屋を作ってきました。なんならお姉ちゃんのスペース今までものすごい狭かったんですけど、2段ベッドがなくなったことによってとっても広々としたんですね。妹のスペースなんですけれども、ただね小学校低学年ということで勉強するにはちょっと2階じゃ難しいかなっていうことだったので、勉強のものは和室に残しておもちゃ類や絵本などはこちらの2階のスペースに移動させてもらってます。はい、和室よりはね遊びスペースが狭くなったんですけれども、今まで片付けるの大変だった妹はものすごく簡単に片付けられるようになったので、自分のスペースが欲しいということと毎日すぐに片付けられるようにしてほしいという2つの願いがねいっぺんに叶えることができたので、もう妹もめちゃくちゃ喜んでくれました。ということで妹のものが2階にかなり上がったということで、和室はすっきり快適に布団も全て押し入れにしまうことができたので、朝晩布団を上げ下げするのお母さんすごい楽になったということでね喜んでくれました。ということでね、姉妹で子供の部屋をスペースで分けたことによって起こった変化なんですが、妹も自分の部屋ができたということでねすごく喜んでくれたのと、やっぱりお姉ちゃんがね本当にイライラしなくなって、このお部屋ができた途端にね2人はもう部屋にこもって自分たちのお部屋の看板作ってめちゃくちゃ仲良くなったということでね、お母さんもすごく喜んでくれたんですが、あれから1年経って、お母さんにお話を聞いたところね、この1年間で一番良かったのはこの真ん中のお姉ちゃんのスペースができたことによってとてもお姉ちゃんが落ち着いたってことだったんですね。毎日ね家をきれいにしたいという思いが強かったお姉ちゃんはね妹を叱らなきゃいけなかったんですけど、それがなくなったこと、自分のスペースができて勉強しやすい環境ができたということで勉強をすごい頑張るようになったんですって。片付けもね今まで以上にやるようになったってことでね、この家で一番嬉しかったのはね実はお姉ちゃんだったってことでね、私は聞いてそれほっとしました。っていうのもね、私も3兄弟なんです。で2番目でねどうしてもね上の子はねすごい大切にされて、下の子はね可愛がられるとですね、なんで私ばっかりっていうのはね、2段ベッドの脇の狭いスペースで私見えてたので、真ん中の子がね本当に喜んでくれて私はすごく嬉しかったですね。ここで名前言えないですけどね、見てますかお姉ちゃん。はい、よかったね。はい、いつかね会いましょうね。はい、ということでね、こんな感じでねこのうち解決してきたんですが、まずね行動ベースでスペースを見直す視点を持とうということを皆さんにお伝えしたいです。私ねこれまでも数々の子供の遊ぶスペースを作ってきているんですが、私が、子供のスペースを考えるときに非常に念頭に置いているのは行動ベースで物の定位置を変えているということなんですね。振り返ってみてもらうと、まずね第15話に出てきたお宅はですね、共働きで子供ちっちゃかったわけですよね。でねなかなかね片付ける時間もなくてお母さんヘトヘトだったんですけれども、子供の遊ぶスペースとくつろぐリビングをしっかり分けただけでいつもねリビングが散らからない状態になってね、子供はのびのびとね遊べる環境を作るだけでね、ほんとこの家のねお母さんはねもうほっとしたということでね喜んでもらいました。次にね赤ちゃんが生まれてね小学生のお姉ちゃんのものを置き去りの状態だったんですけれども、お姉ちゃんの部屋2階にあったんですけどね、全てのものをお姉ちゃんの部屋にあげたかというとね、お姉ちゃんまだね習い事もすごく忙しかったんで、勉強は1階のダイニングでしてもらって遊ぶスペースは2階にしたということでね、遊ぶ時は思いっきり遊べるようなね環境にしてきました。
はい、そしてね、最近で言ったらですね、第47話に出てきたこの、リビングの地続きのね、和室にもですね、子供の遊ぶスペースがあったにもかかわらず、家族の衣類があったせいでね、なかなか遊べるような環境になりませんでした。このお家の場合はね、和室で寝るんではなくて2階に寝るということだったので、この和室はですね、この家のお子さんがですね、のびのび遊べるような環境ということで、遊ぶスペースをメインにね、和室を作ってきました。というようにね、やっぱり小さいお子さんがいる間はどうしても人別にしてしまって、全てのものをね、一箇所にするとどうしてもね、物が溢れてしまいますので、このように行動別に、物の位置を分けております。物の管理能力のない子供にワイドスペースを与えて余計片付けられない状況を作ってるお家をね、よく見かけるんですね。はい、これはね、子供に限ったことではなくて、大人にも言えることです。皆さんね、人別にどうしても物を収納してしまうところがあると思うんですが、行動ベースでね、スペースを見直してもらうだけで散らかりづらい環境を作れますので、皆さんもぜひ見直してみてください。ということで、今回の週末ビフォーアフターいかがだったでしょうか。次回の週末ビフォーアフターはなんとベッドの上にソファーがあって、旦那さんはリビングの床で寝ているという摩訶不思議なお宅にお邪魔してまいりました。どうぞお楽しみに。それではまた来週。